にちは。モーポルチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。司会のアデイトです。そしていつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁長院大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news. First, we are continuing with Mali and the AU-Africa unity. いわゆるエチオピアのアディスアババで、開かれましたAU 首脳会議で、いわゆるフランス軍が介入して、軍事作戦を展開しているマリについては、全アフリカがマリを支援すると、サポートするという決定が下されたということでですね、ますます北アフリカにおけるいわゆるイスラム過激派のアルカイダ系組織がどんどん全アフリカの国々から締め出しを食らっていると。今のマリの砂漠の山に隠れているわけだけど、これがいわゆる町の中でテロ行為を始めるわけだ。それについては全アフリカがいわゆる軍事的にそのイスラム過激派に対する攻撃アタックを行うということだから、今のアフガニスタンにおけるアルカイダで NATO 軍が10年間そこで戦ったのとはちょっと違った形になってくるだろうと思います。So there was this big conference of the African states, the Africa Unity, and all the countries of Africa are supporting Mali and the president of Mali, and everybody is against those terrorists, against the Islamists, and it shows that it's going to be a big difference to what happened in Afghanistan. The terror groups are still somehow present in northern Mali and North Africa, but the rest of the world is watching them very with much care. それでフランスは結構フランスは戦争行くとかイメージないのにパッと入ってなんか軍人も送ったり、何かをやってそれでまた出る2011年はコートジボワールとかも入りました。フランスはそんなにアメリカみたいに戦争してるイメージ全くないのに、あちこちやってますよね。今やっぱり権益っていうのは旧植民地のコロニズムの、いわゆるファーザー的カントリーだから、ね、そういうその面倒を見るという、これはもうドゴールから、ミッテランとか、ディスカルディスタンも強硬派だったし、だから今のサルコジほどじゃないけれども、オランドもフランスの今経済がはっきり言って最悪の状態になっている。失業者が、スペインほどじゃないけれども、フランスは増えておると。でルノーとか、プジョー、このフランスのいわゆるオートモビルのファクトリーは閉鎖するという問題でクローズ、ルノーの全部じゃないよ、一大きな工場をクローズすることで、プジョーの労働組合とルノーの労働組合が、これライバル同士の労働組合はユナイテッドして連合して攻撃してるわけ、経営者を閉鎖をするなと。だから非常に大きな今経済的難局を迎えて苦しい
時期を迎えている。でオランドもタックスを75% 保有、金持ちから取るということで、金持ちはみんなベルギー、ロンドン、ロシアみんなに逃げ出してるわけでしょ。だから今ここで人気を維持するには強いフランスのイメージを出さなきゃいけないね。まあナポレオンみたいな強いイメージを出さなきゃいけないという。だから軍事的行動、ミリタリーアクションを起こせば注目されるから。だから今オランダはもう非常に元気になってるわけ。マリに入ったと。1週間でみんな3つの取り返したわけです。3つの占領地を、いわゆるアルカイダ過激派組織を追い出したわけです。ほんでもみんな喜んで万歳万歳言ってね、勝った勝ったって言ってる戦勝ムードだ今。だからそういうことでオランダは私の、政治的パワーは、植民地旧植民地のマリを助けたんだと。ね、まあそれ昔ニジェールもそうだったし、チャドもそうだったし、まあこういうその旧植民地セネガルから、交通リベリア、コートジボワール、ね、こういうところは全部面倒見ていくというね、アフリカに対する一つの経済的、効果を上げたいという、ね、そこからまた資源もどんどんフランスへ持っていくという昔の植民地のアフリカからの一つの利益、ベネフィット、これを宣伝しているわけ。So the situation in Mali got calmed down because France sent 2,500 troops and fighter jets, and so in 1 week they could get back all the 3 major places that were covered by the Al-Qaeda. And Solsai Chodorin Daikaku tells us it is a strategy of François Hollande to show that France is still strong, and he is helping these former colonies of France, but on the other hand, they are receiving from those countries very important natural reserves, oil and other such products that are being sold to France at much cheaper prices. So now when France's economy is so bad that Renault and Peugeot, both those car companies, would like to shut down some factories, the labor union of those actually rival companies united, and they are not allowing them to shut down. So the economy is quite bad, not as bad as Spain, but to counterbalance the situation, François Hollande is showing power to the world through this successful mission in Mali. Next up, in Israel, the elections finished, and as we knew, Netanyahu was again elected. これらのは国会選挙でですね、イスラエルの現政権のいわゆるネタニヤフ派が一応勝ったと。はい。ネタニヤフ首相の独走を続けてまた次の政権をコントロールするわけだけれども、はい、今回の勝利はネタニヤフ派だけではなくライトウィンの極右政党と言われる、はい、このいわゆる政党がですね、5倍3倍から4倍になったということですね。4倍、増えたと。それから中道の右派がこれも倍以上増えてるという。でこの人たちはいわゆるそのパレスチナとの和平を反対してたわけですよ。パレスチナとはもうピーストリートメントしなくてもいいと、はい、パレスチナ人を追い出すと、ね、ガザ地区から追い出しちゃうという強硬派なんです。はい、一つはパレスチナを追い出す、キックアウト、ね、はい、もう一つはイランを攻めると、はい、イランがこのヒズボラを使ってパレスチナを応援していると、そのイランを攻めると。
こういうその強硬派の人たちがイスラエルの政界で台頭したわけですから、大きくなってきたわけですから、非常にイスラエルとイランの関係が緊張、エスカレートしてきていると、一つ間違えば一触即発の戦争に、和になる可能性もあると、それから中東和平の根幹であるパレスチナ問題もですね、以前より厳しくなるだろうという見方ができるような結果だったと思います。We expected that Netanyahu is going to win, but besides him winning, another change is that the Labour Party lost seats, and the right-wing party became much stronger with this election, and so the right-wing party are the ones who do not agree to let Palestinians live in the Gaza Strip, so they would like to get the Palestinians out. Also are against Iran, because Iran is helping, through Hezbollah, is helping the Palestinians. So the situation is going to be much tighter, and総裁ちょうどい内閣ではit's even possible that it goes into war in between Israel and Iran, because Israel is ready at any time, and they are really fed up with Iran. Next, in Egypt, President Morsi had to stop people from making demonstrations. まあこれはもう非常にエジプトの国民は泣いてると私は思うんだけれども、まあこれはムバラクを倒すというアラブの春によってそういうデモンストレーションがムバラクを追い出した倒したと、そしてイスラム同胞団がイスラムがポリティカルグループが政権を取ってモルシが選ばれた。そうするとモルシを今度は倒さなきゃいかんと言ってモルシを追い出すイスラム系が2つに割れて、いわゆる市民派というのとイスラム同胞団と市民派シビルワーを作り出したわけです、イスラム同士の。だからこれもう危なくて仕方がないの常に。だから観光客は誰も来なくなってる。そうですね。本当に。で今回はモルシ退陣要求が前のムバラクを追い出す時よりもきついわけだ今。だからムバラクも戒厳令は出さなかったんだけど、モルシは戒厳令で夜間外出禁止と。一切のデモを禁止する、3つのシティではそれを今始めた、だから今やもう完全にですね、エジプトは偉大なエジプトが大きなエジプトが内戦状態に近づいているような感じですよね。内戦でシビルワーですよね。中の市民同士の戦いで、この裏には必ず外国がこう空気を送ってる、外国の強いプレッシャーが入ってる、影響がある、ね、だからムバラクを倒す裏にも外国がある、今度モルシを倒す裏にも外国がある、これが国際陰謀なんですよ、ね、これがチュニジアでもありリビアでもあり今シリアもあると、で今バーレーンにも飛ぶと、一つ間違えばサウジアラビアもそうなると、UAE もそうなると、カタールもそうなると、オマーンもそうなるという今王様の国々は全部それになっちゃうから、だからその裏に国際陰謀が働いている。だからそういう中でですね、アメリカ EU、ね、
EU それロシアとこの3つの勢力がみんな絡んでるわけです。これは、ね、この辺の分析を国際政治というのインターナショナルポリティクスは、はい、きちっと分析しとかなければ判断を誤るんだ、ただ市民が勝手に自然にモリシダメだと、いやその前はムバラクダメだと、その前はカタフィがダメだと、今アサドがダメだと、こういう市民が動いてやってるんじゃない。全部困ってるのは国民なんですよ今。リビアも今もたくさんの国民が大混乱の中で殺されたり強姦されたりのポリスです今リビアは。ね、ものコントロールできないんだ今のリビアの。もう大混乱してる。シリアなんかはもうむちゃくちゃになってる。エジプトも今そうなりかけてる。誰がそれ得するんだこれ。国民得しないよ。エジプトは何で成り立っているかと。観光収入なんですあこは。4000年前の財産でピラミッドを見せて、はい、ルクスホールを見せて、ね、アレキサンドリアを見せて、はいいくらでお金もらってるわけ。これ外国から誰も来なくなったらないですね。どれなエジプトは一体、せっかくの4000年前のヒストリカルな、はいね、観光名所が死んじまうわこれ。さあナイル川を船乗る、ルクスホールへ行く、これでみんなエジプトの国民は飯食べてるわけ。そうですね。そういうことが今みんなもうエジプトは危ないところなんです。いきゃもうデモだらけで、軍隊と警察がそれバンバン発砲してるんです。そうですね。だから非常にね、気の毒だと私は思う。全部この裏には外国勢力が一枚噛んでる。悪いのはそいつらです。アメリカ、EU、ロシア、みんな絡んでるこれは。So there are so many demonstrations in Egypt that Morsi had to order 3 cities to stop, officially to stop, and no demonstrations are allowed anymore. And so before him, when Mubarak was still president, it was also the story that the people are making demonstrations against Mubarak and they want to have him down. Now, Morsi's situation is at least as bad as it was Mubarak's situation. And the country is so split. They are split on the religious, the Islamist fronts are split in two. And Sosai Cholindakak tells us it's almost on the verge of civil war. A terrible situation, and that country used to survive based on the tourists going. They do not have oil, so they are relying on tourists going to see the pyramids that have been constructed 4,000 years ago. But now nobody wants to go to Egypt anymore, and the country is in huge trouble. Same is happening in Syria. In Libya also total destruction. There is no police. So the most who suffer are the people of the country, the people who live there. And who is responsible for this all? Sosai tells us to look at these 3 big forces, Russia, UN, and then United States. And all of these wars and demonstrations are actually fueled from outside the country. It's not the people of the country who are doing them, but they are pushed from outside. The entire Arab Spring was from outside, and all of those countries' people are suffering very much now. Next, Syria. In Syria, the Russian forces retracted 5,000 people. まあね、今までアサド政権のバックはロシア、ロシアがずっとサポートしているわけです。
まあ、ここに来ていわゆるアサドに対する国際情勢が非常に厳しくなってきていると、いつまでもロシアがアサドをサポートしきれるかどうかということね。それからやはり反政府軍、いわゆる国民戦線の国民連合のいわゆる武器がかなりレベルの高い武器が入り出してきて、だから政府の軍事施設を攻撃しだしている。これいろんな反政府ゲリラはアルカイダ系もいっぱい来てるわけだけど、かなりやっぱり裏で CIA や MI6 やいろんな武器の供給源がですね、かなりお金をかけていい武器を渡してるわけですよ今。だからアサド側政府も困っとるわけです。それをロシアが一生懸命サポートしてたわけです。そこからこれはひょっとしたらこれは負けるぞとアサドがいう感じもクレムリンで起こっていることは事実だと。だから今もうロシアの大使館の人たち、たくさんのいわゆる KDB の人が今までシリアを守ってた、その一部だけど全部で5万人おるからシリアにロシア人がすごいですね。その中の5000人1割ぐらいが今レバノンに来たと、逃げたというのが先週から始まっているわけですよ。となればアサドのこれからの立場というのは厳しくなってくるんじゃないかと、こういう感じですね。So the situation in Syria, the rebels, the so-called rebels, have more and more good weapons, powerful weapons, strong weapons that are being paid by from the outside forces. So probably MI6 and CIA are helping those rebels, and there is also Al-Qaeda among them. And Assad's forces are not so powerful anymore. And until now, Russia was always supporting Assad. But given this situation, the Russians decided to take out of the country. There are 50,000 Russian people in Syria, and they already took out 5,000 people were sent to Lebanon. So diplomats and probably a lot of KGB who were in Russia or in Syria are sent out. So this shows that probably Assad's situation is not so good, and he might be falling soon. And Kremlin knows about this, and that's why they are starting to take their people out. しかしこの問題はね、プーチンはアサドは絶対にリビアの片冬のようにはならないと。ね、片冬を殺したのは NATO だと。だからアサドをまた NATO によって殺すことは許さんという強い政治的、目標を持ってたわけです。そうですね。だから今ロシアの5000人が撃ったと、これは本格的に政府軍がですね、全軍事力を持って相当な激しい攻撃で反政府連中を叩き潰すという戦略があって、それを全面的にロシア軍が応援すると、今の10倍ぐらいの戦果がエスカレートするというね、作戦がひょっとしたら出てくるかもわからない。それからロシア人危ないからどいとけと、今から喧嘩やるぞというメッセージかもわからない。両方受け取れる。そうで
ですね。So there is also another point of view of this situation. Russia and Putin said they will not allow to happen what happened to Gaddafi in Libya. They will not allow the Western forces to take down Assad like Gaddafi was killed. And so in order to protect Syria to that point, it would mean that they need to have 10 times as much force as they have now, the Assad regime. So it could be also possible that they are intending to help and to increase these fights 10 times more, and that's why they are taking their people out. This is also another point of view of the situation. Next, in England, Cameron decided to have the people vote if they want to get out of EU or not, and it's going to happen in 2014. まあ過去1年キャメロンは EU の財政問題の責任は今の EU の指導者にあると。だから EU のいわゆる人たちはたくさん給料取って贅沢して、ね、そしてその英国はお金出してると。英国に対しては特別のまあリターンがあるんだけども、一応最大の英国はドイツと並ぶ高額サポートの国なんですよ、 EU に対する。だから無駄遣いを置いといてキャメロンが怒ってたわけです。そこまでもお前たちはやるならば EU 全体が今弱ってる、弱くなっていってるんだし、英国はもうやめてもいいよと言うから、それは英国の国内の政治で野党と与党が EU から脱退するか引くか、EU に残るか、これが政治の一つの大きなテーマになってた。でこれはもうキャメロンは全国民に問うと、これをイングランドいやユナイテッドキングダムの全国民に問うということで、国民投票を2017年に行うと決めたわけです。発表したわけです。17年2017に。すごい遠いですね。ちょっと遠いけども行うと、まあそれまでキャメロンがやるかどうかわからないけどね。England is one of the big sponsor of the problems that happen in EU. So all the countries that have debt are being helped mainly by Germany and England. And Cameron feels that the EU is wasting their money. So he offers to his people the chance to get out of EU, and there is going to be election for this situation. And if Cameron will still be president at that time, we do not know. But the situation in Europe is that bad that England would like to get out of it. Next, EU and Latin America summit happened in これはチリで、EU ヨーロッパラテンアメリカ首脳会議が、開催されてですね、EU の経済状態が平均的に悪いと。で、これをいわゆるどう切り抜けていくかということで、新たなマーケット、いわゆるラテンアメリカの経済成長を期待すると。そして EU 対ラテンアメリカのいわゆるその自由貿易を促進しようという経済協力の強化を決めたわけです。特にスペインの国だから、植民地だから、ブラジルだけはポルトガルだけども、旧植民地は総主局はスペインだから、ラホイ首相はやると EU を代表して言うとるわけです、
これはスペイン経済の活性化につながるであろうという期待を集めて、スペイン経済の再建を図ると、こういう世界に対するステートメントを発表したということです。So in Chile there was this conference in between EU and Latin American countries, and the Latin American countries are former colonies of either Spain or Portugal. So Portugal had Brazil, and except for Brazil, the other countries of South America were former colonies of Spain. And as the economy is really bad in Europe, but the economy in South America is going better, they decided to cooperate and to help each other. Especially Spain should be helped. So many people from Spain are actually leaving the country and moving to South America to work. Next, Hillary Clinton, the Secretary of State of the United States, said that she will take part in the elections in 2016. クリントン国務長官、ジェネラルセクレタリーがね、今回で任期切れで、ケリーに交代するわけで、クリントンが辞めるに対してですね、次期大統領候補としてこれから運動を展開するという方向を示したと、はっきりは言ってないんだけど、そういう含みを述べたという可能性を、だから一回大統領になり損なってるから、今度は腹を据えて、世界でクリントンは名前を売ってるからね、もう全世界に。そうですね。次の大統領選挙では、意欲的に、取り組んでいくということを、意思表示したということです。で、そのジェブ・ブッシュも出ると思うんですか？ジェブ・ブッシュもその選挙に出るんですか？それは分からない、まだ、そこまではまだ分からないけども、クリントンもワンノムキャンディゲートとして本人は腹を決めたということです。So now Hillary Clinton is going to be replaced by Kerry in as Secretary of State for the United States, but by stepping down, she probably will be using this time that she's going to have from now to prepare for the elections in 2016. And she didn't directly say it, but Sosa Chodendakaku tells us that it is very possible that she will take part in these elections in 2016. Her name is known in the entire world, and she is very respected in the entire world. So she might have a lot of success. Next, in Brazil, in Santa Maria, 260 people died in a fire in a club. サンタマリアで260人が死ぬという火災が起こって、それがナイトクラブだと。次のオリンピックがリオデジャネイロで行われるんだけども、ブラジルというのはそういうまだ完全な成熟した国家ではない。非常に危険が伴うという。だから建物の中で花火を打って火災が起こって燃えて、それ出口がなくて2000人おった中の200人が死んだという悲惨な事故なんだけども、オリンピックというものを控えてですね、これは非常に国のイメージダウンになったということです。だからリオデジャネイロでは警官とマフィアが毎日殺し合いしてるという、マフィアが。だから警官がマフィアを1人撃ち殺したらマフィアが警官を2人殺すと、こういう激しい、危険極まる治安状態で
これはまあサンタマリアという田舎で、まあ火災が起こったらまあ250人も死んでまうと。消防の一つの設備がないんでしょう、建物に。ね、だからまあそういうまあ無秩序というか、まだこの完成された国家じゃない。ね、だからまあオリンピックが果たして成功するかどうか、まあ非常に疑問を感じるような火災事故であったと思います。So Brazil is going to be the next country to host the Olympic Games, and the government is trying to cut down on the mafia in order to make the people feel that Brazil is a safe country. But mafia is fighting back, so mafia are saying that for each mafioso that has been killed by police, they are going to kill 2 policemen in retaliation. So on one hand, there are those fightings going on, and then this accident that happened in a smaller city, Santa Maria, it's a smaller city, that happened because they shot fireworks inside the hall, and then there were not enough exits. People were not able to run away from that building. So it shows that Brazil is not really ready for something so big like the Olympic Games, and they still have to develop very much. And this situation with the fire has lowered the image of Brazil in the world, because they have to be very responsible for what is going to be during the Olympics. Next, North Korea's nuclear test. So the young boss says that the people of the country want to have another nuclear test. まあ国連で、この間のロケットを打ち上げた問題、はい、これは経済制裁に値するという決議をしたわけです、はい、安全保障会議でですね、ノースコリアを経済的に制裁を加える、ね、今度北朝鮮はノースコリアは核実験をやるという、これはもう非常に国連に対して、挑戦的攻撃的な声明を出すわけですね。これはロケット上げて制裁する、それじゃ今度は核実験の、ニュークリアワポンのテストをやるという、非常に危険極まるこの国家政策を次から次へと出していく。普通はこういうことはもうストップかかるんだけれど、小さな貧乏な国が次から次へと国連を全世界相手に、ね、若い指導者がやってるというのは、これは後ろにはチャイナがあるということなんです。イコールチャイナなんです。チャイナがやらしてるわけです。そういうことです。So North Korea, they were angry to have new sanctions, new economical sanctions, because launching that satellite into orbit in December, and so they are saying that now they will even do nuclear tests, and saying that the people of the country want those nuclear tests. Now, given how small North Korea is and how poor they are as a country, it's almost impossible for them, and with that young leader, it's almost impossible for them on their own to fight like this against the entire world. So Sosai Chodoin Daikaku tells us it absolutely China is behind North Korea, and it's China who is pushing them to do something like this. Now, China might be scared with India's new rocket. いやいや、中国、インドの関係もですね、長年対立しているわけです。ここ中国は
インドに対してかなり友好的な関係を作り直そうと、外務大臣が言っていろいろ友好関係を高めようというですね、働きをしておりますが、インドは非同盟諸国、ノンアライアンスカントリーですから。インドは、これはエジプトの昔のナセル、インドのネイル、インドネシアのスカルノ、この3人で作ったわけだから、ノンアライアンスカントリー、非同盟諸国、ノンアライアンスカントリーだから、非同盟諸国として中国からもアメリカからもロシアからも遠慮はいらないと、我々は非同盟諸国だから核は持つんだというね、強いその発言が許されるわけですよ。だから非常にこのポリティカルはもう日本あたりの数倍上のレベルで行動できるという、だから特殊な国なんです、インドは。だから核兵器をダーンと持ってるわけ。持って、しかもそんなに街にみんなにパレードして、それで宣伝してるわけです。宣伝してるのに誰もあなたたちやめなさいって言わないですね。それは非同盟諸国のリーダー国だから、それだけのポリティカルパワーはあるわけ。インドとインドネシアとエジプトのナセルはアラブ全体のリーダーだった。アラブリーグという、これナセルが作ったわけです。そのナセルとスカルノと、それネール、インドのネール、このネールさんと3人が非同盟諸国という団体を1950年に作ったわけで、この人たちのいわゆるリーダーシップで今127カ国、12月にイランとテヘランでやったでしょ、あれがそうだ。だからその元のリーダー国はインドですから、ネールだから。だからポリティカルステートメントは強いんです、いつもインドの発言っていうのは。非同盟諸国のリーダー国としての、プライドを持ってるから、遠慮いらないと、アメリカも EU も遠慮いらないと。もともとはユナイテッドキングダムの植民地だけども、今は強いんだから、インドは。And so, on one hand, we are all looking at North Korea if they talk anything about nuclear weapons, but India is allowed to parade through the city that the new ballistic missile, intercontinental ballistic missile that might reach all the way to China. So, Sosai Chodron Daigaku tells us that in 1950s, the president of Egypt, the president so Nasser of Egypt, Sukarno of Indonesia, and the president of India decided to make this non-alignment unity where they do not need the help from United States, they do not need protection from China or from Russia. So those countries were set independent, and because India at that time was the leader, decided that they do not need UN, they do not need United States to protect them, they were allowed to have their own nuclear weapons. And now, if they parade their nuclear weapons, it's a strong statement to the world, and it's their pride to not be depending on any other country to help them. And so that's why they are allowed. Thank you so much for today, and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。